こんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズ日本語教師のやすいです。今回の動画は、どうしても、なんとか、ぜひ、どうか、この4つについて紹介したいと思います。まず、どうしてもです。どうしてもというのは、どんなことがあっても、どんなことをしてもという意味です。例えば、母が病気で、どうしても帰国しなければなりません。母が病気で、どうしても帰国しなければなりません。これは母が病気なので、他にどんなことがあっても帰国しなければならないという意味です。他には、どうしてもあの有名人に会いたくて空港で出待ちしました。どうしてもあの有名人に会いたくて空港で出待ちしました。これはどんなことをしてでもあの有名人に会いたかったので空港で出てくるまでずっと待っていたという意味です。次になんとかです。なんとかは大変だけどどうにかしていろいろ努力してという意味です。例えばなんとかして今度の JLPT-N に合格したい。なんとかして今度の JLPT-N2 に合格したい。これは私にとってはいろいろ大変だけど努力して JLPT-N2 に合格したいという意味です。他には仕事で先輩からこの資料を明日までに作成してね。大丈夫？できそう？と聞かれて、はい、なんとか頑張ってみます。はい、なんとか頑張ってみます。これは心の中では大変だと思っているけど、先輩にも認められたいし、努力もしたいという気持ちで頑張ってみますと言っています。他には空港で予定していた飛行機が欠航になり、今日中に帰らなければならない。でも、航空会社の人に他の便は満席です。と言われたとき、航空会社の人に向かって、なんとかなりませんか？今日中に帰らなければならないんです。なんとかなりませんか？今日中に帰らなければならないんです。これは航空会社の人も大変だと思いますが、いろいろ考えて帰れる方法はないですか？と聞いています。次にぜひです。まず一つ目に、ぜひ何々してくださいという言い方があります。これは必ず、きっと何々してくださいという意味です。例えば、近くに来たときは、ぜひうちに来てください。近くに来たときは、ぜひうちに来てください。これは、近くに来たときは、必ず絶対にうちに来てくださいという意味です。言葉だけの意味では、ぜひ来てくださいは、必ず来てください、絶対来てくださいという意味ですが、日本の文化には、本音と建前というのがあり、絶対に来てくださいと本音で言っているのかわかりません。もし、この日本文化の本音と建前を知りたかったら、日本文化について紹介している動画がありますので、ぜひ見てみてください。では、次の2つ目です。ぜひ何々したいという言い方があり、とても何々したいという気持ちを表します。例えば、今度ぜひ京都嵐山の竹林を着物を着て歩いてみたいです。今度ぜひ京都嵐山の竹林を着物を着て歩いてみたいです。これはとても京都嵐山の竹林を着物を着て歩きたい気持ちがあるという意味です。最後にどうかです。どうかは、どうか何々してくださいや、どうか何々しますようにと
強く願うときに使います。例えば、どうかこのプロジェクトを私に任せてください。どうかこのプロジェクトを私に任せてください。これは上司にこのプロジェクトを任せてほしいと強くお願いしています。他には神社やお寺に行ったとき、お礼やお願いをします。その時、心の中で、どうか JLPT-N2 に合格しますように。どうか母の病気が早く治りますように。どうか JLPT-N2 に合格しますように。どうか母の病気が早く治りますように。このように心の中でお願いをします。どうでしたか？今回は日本人がよく使う言葉について紹介しました。動画を待ってくれていた皆さん、どうもありがとうございます。これからもなんとか日本語や日本の文化について紹介していきたいと思いますので、ぜひ応援してください。そしてこのチャンネルを気に入ってくれた方は、どうかチャンネル登録や友達に紹介してください。よろしくお願いします。今日は一層、なお、より、さらに、この4つの使い方について紹介したいと思います。まずは、一層です。一層は、前より、いつもの場合よりずっとという意味です。例えば、今年の夏は一層暑くなるだろう。今年の夏は一層暑くなるだろう。これは去年よりも暑くなる。いつもよりもずっと暑くなるという意味ですね。他には、円安になってから一層外国人観光客が日本に来るようになった。円安になってから一層外国人観光客が日本に来るようになった。これも前よりももっと外国人観光客が日本に来るようになったという意味ですね。次になおです。なおというのは2つ意味があって、1つ目は何々よりもっとという意味です。社内の公用語は英語だけど、日本の会社で働くには日本語も話せたらなおいい。社内の公用語は英語だけど、日本の会社で働くには日本語も話せたらなおいい。これは会社の中では英語を使って仕事をするけれども、日本の会社で働くには日本語を話せたらもっといいという意味ですね。2つ目は、今もまだ続いているという意味です。お酒の飲みすぎは体に良くないよと彼に注意してもなおやめない。お酒の飲みすぎは体に良くないよと彼に注意してもなおやめない。これは今もまだお酒を飲んでいることを続けているという意味ですね。次によりです。これはもっとという意味です。より多くの人に日本語学習の楽しさを知ってもらいたい。より多くの人に日本語学習の楽しさを知ってもらいたい。これはもっと多くの人にという意味ですね。他にはより良い動画を発信していこうと思います。これももっと良い動画を発信していこうと思いますという意味ですね。最後にさらにです。さらにはそれで足りるのに
それにプラスしてという意味です。彼は母国の大学を卒業した後、さらに日本の大学院へ進みました。彼は母国の大学を卒業した後、さらに日本の大学院へ進みました。これは大学卒業だけでもいいですが、それにプラスして日本の大学院に進んだという意味です。他には、彼は昼間会社で働いた後、さらに副業でアニメーターの仕事をしている。彼は昼間会社で働いた後、さらに副業でアニメーターの仕事をしている。これも会社で働いている。これにプラスしてアニメーターの仕事をしているという意味ですね。さらにのもう一つの意味は、前よりももっとという意味で、これは先ほどあった一層と同じ意味で使われます。例えば、新しい法律でさらに税金が高くなった。新しい法律でさらに税金が高くなった。これは新しい法律で前よりももっと税金が高くなったという意味ですね。一層、なお、より、さらに、より日本語が自然に話せるように、ぜひ使ってみてください。今日は副詞のずっと、一段と、ますます、この3つを紹介したいと思います。まず、ずっとですね。ずっとというのは、何々よりも、とてもという意味で使います。例えば、船よりも飛行機の方がずっと速い。船よりも飛行機の方がずっと速い。これは飛行機の方がとても速いという意味ですね。この、速さの差が大きいことを表しています。他にも、私は彼女を駅でずっと待っていました。私は彼女を駅でずっと待っていました。このずっとというのは、続けて長い時間待っていますという意味ですね。続けて長い時間とか長い距離、これを表すときにもずっとを使います。次に一段とです。この一段とというのは前よりも一度にずっと何々になりますという意味です。例えば、今日は一段と暑くなりました。今日は一段と暑くなりました。これ前よりもね、とても、だから急に暑くなった。急に暑くなったという意味ですね。他には、私の妹は結婚して、料理が一段と上手になりました。私の妹は結婚して、料理が一段と上手になりました。これは、前よりももっと、前よりもとても上手になったということを表します。最後に、ますますです。ますますというのは、前よりももっと、これからももっとという意味で使います。例えば、大学に入ると、ますます勉強が難しくなるでしょう。大学に入ると、ますます勉強は難しくなるでしょう。これは前よりももっと難しくなるという意味ですね。その他には、前から相撲は好きだったけど、実際に見に行って、ますます好きになりました。前から相撲は好きだったけど、実際に見に行って、ますます好きになりました。こんな時にも、ますますは使います。副詞はなかなか使うのが難しいと思いますが、
ね、ぜひ、気持ちを伝えるときにね、もう使ってみてください。今日の動画は、非常に、実に、大いに、あまり、この4つについて紹介したいと思います。まず、非常にです。非常にというのは、とてもという意味です。例えば、彼女のプレゼンテーションは非常に素晴らしかった。彼女のプレゼンテーションは非常に素晴らしかった。これは、とても素晴らしかったという意味です。他には、このイヤホンは今非常に人気があります。このイヤホンは今非常に人気があります。これはとても人気があるという意味です。次に、実にです。実にというのは2つ意味があります。1つ目は、本当にという意味や、とてもという意味で、感心した気持ちが入っています。例えば、先ほど非常にで使った例文と比較してみると、彼女のプレゼンテーションは実に素晴らしかった。彼女のプレゼンテーションは実に素晴らしかった。これは本当に素晴らしかった。とても素晴らしかったという意味で、よく頑張ったなとか、すごいなっていう感心した気持ちが込められています。二つ目は、驚いたことにはという意味で、後ろに数が来ます。例えば、東京には実に1400万人の人が住んでいます。東京には実に1400万人の人が住んでいます。これは1400万人の人が住んでいるということに驚いているときに使います。次に、大いにです。大いにというのは、たくさん何々したい、何々しよう、何々したという意味です。例えば、10年ぶりに会ったんだから今日は大いに飲もう。10年ぶりに会ったんだから今日は大いに飲もう。これはたくさん飲もうという意味です。他には記憶がなくなるまで飲んでしまったので後で大いに反省しました。記憶がなくなるまで飲んでしまったので後で大いに反省しました。これはたくさん反省したという意味です。最後にあまりです。あまりはとても何々すぎて何々という意味で、例えばこのコンビニスイーツはあまり美味しいので3つも食べてしまった。このコンビニスイーツはあまり美味しいので3つも食べてしまった。これはとても美味しすぎて3つも食べてしまったという意味です。他には昨日突然上司に来週から1ヶ月札幌に出張なと言われてあまりに急な話でびっくりしました。昨日突然上司に来週から1ヶ月札幌に出張なと言われてあまり急な話でびっくりしました。これはとても急な話すぎてびっくりしましたという意味です。他にもあまりというのはあまり何々ないという言葉を使って程度を表す表現をします。例えば、私はあまりテレビを見ません。私はあまりテレビを見ません。これは私はたくさんテレビを見ません。少しテレビを見ますという意味ですね。これは程度を表しています。どうでしたか？非常に、実に、大いに、あまり。ぜひ皆さん使ってみてください。
私も最近皆さんから少しずつコメントをもらうことが多くなって非常に嬉しいです。ありがとうございます。私も大いに頑張らなくっちゃ。次回の動画も楽しみにしててください。今回の動画はずっと、いつまでも、相変わらずについて紹介したいと思います。まずずっとです。ずっとというのは何々から何々までの間全部という意味で長いという気持ちを伝えたいときに使えます。例えば今日の仕事は朝から晩までずっと立ちっぱなしで足が棒になってしまった。今日の仕事は朝から晩までずっと立ちっぱなしで足が棒になってしまった。これは朝から晩まで長い時間立ちっぱなしだったという意味です。足が棒になるというのは足が棒みたいに足の筋肉が硬くなってしまうという意味です。他には私はあなたのことがずっと好きでした。私はあなたのことがずっと好きでした。これはあなたのことが以前から今まで長い間好きだったという意味です。次にいつまでもです。いつまでもはずっとと同じように長いという気持ちを伝えたいときに使いますが、終わりがなくという意味があります。例えば次いつ会えるかわからない友人との別れの時、あなたのことはいつまでも忘れません。どうかいつまでもお元気で。あなたのことはいつまでも忘れません。どうかいつまでもお元気で。と言います。これは終わりがなく忘れない。つまり期限がなく忘れないという意味で、いつまでもお元気でというのは終わりがなくイコール一生永遠に死ぬまでお元気でいてくださいという意味です。ずっとといつまでもの違いは両方とも長いという気持ちを伝えたいんですが、ずっとは何々から何々までという間を表し、いつまでもは終わりがないということを表しています。例えば最近田中さんに会ったという質問に対してずっと会ってないよは言うことができます。でも、いつまでも会ってないよということは言えません。これは以前から最近までという終わりがありますから、ずっとは使えますが、いつまでもは使えません。最後に相変わらずです。相変わらずは今も前も同じ状態という意味です。例えば5年ぶりに会った友達に相変わらず元気そうだね。相変わらず元気そうだね。これは前と変わらず今も元気そうだという意味です。他には相変わらず仕事は忙しいです。相変わらず仕事は忙しいです。これは前も忙しかったし今も変わらず忙しいという意味です。どうでしたか？ずっと、いつまでも、相変わらずの使い方がわかりましたか？私はいつまでもと聞くと思い出す歌があります。いつまでも絶えることなく友達でいよう。明日の日を夢見て希望の道を。このような歌があります。これは今日の日はさようならという歌で卒業式やキャンプファイヤーなどでよく歌われます。ぜひ皆さんも興味があったら歌ってみてください。
今日の動画は案外、案の定について紹介します。同じ案という字がついているので迷ってしまうかもしれませんが、違いも説明していきますので安心してください。では、まず案外です。案外は思っていたのと違ってや思っていたよりという意味です。意外にと同じ意味で使います。例えば、納豆は匂いがひどくて美味しくないと聞いていたが、食べてみたら案外美味しかった。納豆は匂いがひどくて美味しくないと聞いていたが、食べてみたら案外美味しかった。これは美味しくないと聞いていたから美味しくないと思っていたけど、思っていたより美味しかったという意味です。他には、ここのホテルは安いのに案外綺麗な部屋だった。ここのホテルは安いのに案外綺麗な部屋だった。これは値段が安いからあまり綺麗な部屋じゃないだろうなと思っていたけど、思っていたより綺麗な部屋だったという意味です。次に案の定です。案の定は思っていた通りややっぱりという意味です。このやっぱりには何か嬉しくない時が起こる時に使います。例えば、この買ったパソコンは安すぎるので変だなと思ったら案の定不良品だった。この買ったパソコンは安すぎるので変だなと思ったら案の定不良品だった。これは安いから変だな、大丈夫かなと思っていた通り不良品だった。すぐに壊れたという意味です。他にはゴールデンウィークの観光地は人が多いと思っていたが、案の定どこもかしこも人がいっぱいだった。ゴールデンウィークの観光地は人が多いと思っていたが、案の定どこもかしこも人がいっぱいだった。これはゴールデンウィークは混雑するだろうなと思っていた通り、やっぱり人がいっぱいだったという意味です。案の定の後には嬉しくないことが起こります。どうですか？案外と案の定、同じ案という漢字がつきますが、意味は全然違います。案外は思っていたのと違ってという意味。そして案の定は思っていた通りという意味です。ぜひ使ってみてください。私はこの前、人気スポットの渋谷スカイに行ってみたいと思ってチケットを取ろうとしたんですが、案の定人気なのでどの日も満員でした。でもキャンセルが出て一つだけ空いたのでチケットを取って行ってみました。でもその日はあいにく曇りだったので綺麗な夜景は見れないだろうなと思っていたら、案外遠くまで夜景が見えてすっごく綺麗でした。渋谷スカイからの夜景とっても最高だったので、皆さんもぜひ行ってみてください。今日の動画は一度に、一斉にを紹介します。まず一度にです。一度には回で何々を同時にするという意味です。例えば、図書館で一度に借りられる本は5冊までです。図書館で一度に借りられる本は5冊までです。これは1回で本を同時に5冊まで借りることができるという意味です。他には、聖徳太子は一度に10人の話を理解したと言われています。聖徳太子は一度に10人の話を理解したと言われています。これは1回で10人の話を同時に理解することができたという意味です。聖徳太子はすごい人物です。次に一斉にです。一斉には
みんなで同時に何かをするや人以外のものが同時に何か変化を起こす時に使います。例えば会社で社長が入ってくると社員は一斉に立ち上がって挨拶をした。会社で社長が入ってくると社員は一斉に立ち上がって挨拶をした。これは社長が部屋に入ってきたら社員みんなが同時に立ち上がって挨拶をしたという意味です。他には公園にいる鳩の群れに向かって子供が走っていったら一斉に飛び立った。公園にいる鳩の群れに子供が走っていったら一斉に飛び立った。これは公園にいる鳩の群れに子供が走っていたら鳩が同時に飛び立ったという意味です。他には春になると一斉に桜が咲き始める。春になると一斉に桜が咲き始める。これは春になると桜がみんな同時に咲き始めるという意味です。一度には一回で同時に何かをするという意味で、一斉にはみんなで同時に何かをするという意味です。皆さん、日本語の勉強はどうですか？一度に100個も漢字を覚えようとしたら大変ですから、毎日少しずつ覚えていってください。今日の動画は、あいにく、幸いについて紹介します。まず、あいにくです。あいにくは、期待していた通りにならず、残念だという気持ちの時に使います。例えば、今日は友達とキャンプに行く予定だったが、あいにく雨が降ってきた。今日は友達とキャンプに行く予定だったが、あいにく雨が降ってきた。これはキャンプに行くことを期待していたが、雨が降ってきて残念だという意味です。他には仕事帰りにケーキを買いに行ったら、あいにく定休日だった。仕事帰りにケーキを買いに行ったら、あいにく定休日だった。これはケーキを買いたかったのに定休日だったので買えなくて残念だったという意味です。他にはお客さんとお店の人の会話で、すみません、このチケットを買いたいんですが、申し訳ございません。あいにくですが、このチケットは売り切れてしまいました。すみません。このチケットを買いたいんですが、申し訳ございません。あいにくですが、このチケットは売り切れてしまいました。これはチケットが売り切れたので、お店の人がお客さんの希望に応えられなくて残念だという気持ちです。このように、あいにくは期待していた通りにならなくて残念だと思うときに使いますが、3つ目の例文のように、相手の期待に応えられなくて残念だというときにも使えます。あいにくはビジネスのシーンでも使えますので、ぜひ使ってみてください。次に、幸いです。幸いはちょうどよく、幸せなことに、都合よくという意味があります。例えば、母はがんだったが、幸い発見が早かったので助かった。母はがんだったが、幸い発見が早かったので助かった。これはちょうどよく発見が早かったという意味です。他には、私の資料がプロジェクトのお役に立てれば幸いです。私の資料がプロジェクトのお役に立てれば幸いです。
これは相手の役に立てれば嬉しい、幸せだという気持ちの時に使います。幸いにはもう一つ、相手に何々してくれると嬉しいという意味があります。例えば、またお会いできれば幸いです。またお会いできれば幸いです。これはまた会ってくれると嬉しいですという意味です。あいにくは残念だという気持ち。幸いはちょうどよかったや相手に何々してくれると嬉しいという気持ちの時に使います。どちらもビジネスのシーンで使うことができますので、もし皆さんが職場で日本人と一緒に働いていたら、よく聞いてみてください。いつもこのチャンネルを見てくれてありがとうございます。お友達や日本語を勉強したい人にこのチャンネルを紹介してもらえれば幸いです。頑張って動画アップしていきます。今日はほどについて紹介したいと思います。ほどには4つ大きな意味があります。まず1つ目です。数詞プラスほどの形で大体の数を表します。何々ぐらいと同じ意味です。例えば、10分ほどこちらでお待ちください。10分ほどこちらでお待ちください。これは10分という数詞とほどを使って10分ぐらいという意味です。10分ぐらいこちらでお待ちくださいという意味です。他には、このカレーは15種類ほどのスパイスを使っています。このカレーは15種類ほどのスパイスを使っています。これは15種類ぐらいのスパイスを使っているという意味です。ここでぐらいが使えてほどが使えないのを紹介したいと思います。ほどは大体の量や長さを表すので、日付や時刻には使えません。例えば、3時ぐらいに東京駅に着きます。3時ぐらいに東京駅に着きます。これは OK です。でも、3時ほど東京駅に着きます。3時ほど東京駅に着きます。これは使えません。3時という時刻だから使えません。次に2つ目の使い方です。何々ほど何々ないという形で使います。これは比較を表します。例えば、今回の JLPT は思ったほど難しくなかった。今回の JLPT は思ったほど難しくなかった。これは思ったほど思っていたっていうことが基準として、それより難しくなかったという意味を表します。ですから、今回の JLPT は思っていたより難しくなかったという意味です。他には、今年の夏は去年ほど暑くなかった。今年の夏は去年ほど暑くなかった。これは去年と比べて暑くなかったという意味です。もう一つ、A ほど何々ないという意味には A が一番だという意味があります。例えば、お母さんの作った料理ほど美味しいものはない。お母さんの作った料理ほど美味しいものはない。これはお母さんの作った料理が一番美味しいという意味です。他には、ニューヨークほど家賃が高いところはない。ニューヨークほど家賃が高いところはない。これはニューヨークが一番家賃が高い
という意味です。3つ目の意味は程度を表します。例えば、A ほど B という形で B の程度を A で例えたり説明したりします。例えば、JLPT の合格通知が届いたときは涙が出るほど嬉しかった。JLPT の合格通知が届いたときには涙が出るほど嬉しかった。これは嬉しかったというのを涙が出るほど、涙が出るくらいということで説明しています。実際には涙は出ていません。それほど嬉しかったという意味です。他には、夜空には数えきれないほどの星が輝いていました。夜空には数えきれないほどの星が輝いていました。これも星が輝いていたっていうことを表現するのに数えきれないぐらいのっていうことで説明していますね。他には何々ほどだというふうに使ってどの程度か説明するときにも使います。例えば、このコンサートはとても人気で立ち見席が出るほどだった。このコンサートはとても人気で立ち見席が出るほどだった。これはこのコンサートがどれくらい人気かっていうことを立ち見席が出るほどということで表現していますね。最後に4つ目のほどです。4つ目のほどは比較変化を表します。例えば、カラオケで歌うほど気分が良くなった。カラオケで歌うほど気分が良くなった。これはカラオケで歌うにつれて気分が良くなったという意味です。A ほど B という形で A の回数を重ねたり、程度や段階が増えるにつれて B の程度も変化を増していくという意味です。ですから、カラオケで歌う回数が増えると気分も良くなっていくという意味です。他には A の程度が増していくほど B の程度も増していくという意味で使われます。例えば、食べれば食べるほど太る。食べれば食べるほど太る。これは食べる量が増えるのに比例して太っていくという意味です。他には、京都のような観光地は有名なら有名なほど混んでいる。京都のような観光地は有名なら有名なほど混んでいる。これも有名なことが増えると、その分たくさんの人が行くので混んでいくという意味です。どうでしたか？ほどには大きく4つの意味があります。全部覚えようとするととっても大変ですので、まずは自分がわかるところから使ってみてください。今回はリクエストがあった動画を撮りました。他にもこんなことが教えてほしいな、こんな動画があったらいいなと思ったら、ぜひコメント欄にリクエストしてください。待ってます。